はい、皆さんこんにちは。今日はこちらの2台です。左側スーパーグレート FU と右側 FR 日野プロフィアということでございまして、今日はねこちらのともに三軸車高小中低小の紹介をさせていただきます。で、右側のプロフィアは、6266ですね。こちらは中低小のプロフィアです。で、左側の4440が高小のスーパーグレートということでございまして、ともにね最新式の車になりますので、速報センサーとかね両方向についてたりします。今日こちら両方とも高小中低小ともにスライド観音と言われるスライドでね観音扉が開くタイプになっておりますので、細かい箱の仕様というものがどんなものなのかというのと、あとは共にショートキャブのスーパーハイルーフという車になってまして、右側のプロフィアに関しては日野のねスーパーハイルーフ、要は信頼がついておりまして、左側スーパーグレートのハイルーフはパブコのハイルーフがついているということでございます。ともにね最新の断熱材とか増したハイルーフの部分の信頼になっておりますので、実際ね比べてみたらどんななのかなというのを皆さんに見ていただこうと思います。それではねまず車のスペックからいきましょうか。左側のこちらのショートキャブ FU スーパーハイルーフ仕様なんですけれども、通常このスーパーグレートというのは 6R30 というね 13000cc の大きいエンジンがつくわけですけれども、こちらに関しましてはショートキャブということもありまして 6R20 というねそういったエンジンがついております。もともと74型のスーパーグレートについてたエンジンですね、それがこちらについてるということです。右側のプロフィアに関しては、昔ねグラプロの頃は1E がね乗ってました。 13000cc でもこちら今ショートキャブに関しては 1A というね、9000cc かながついておりますので、ちょっとねエンジンのラインナップは通常のフルキャブより小さめということになります。こっちのプロフィアも、1E 選べるのかな多分ね、プロフィアの単車ただ高馬力しかないということになってますので、単車バージョンの低馬力まではいかないですけどね、そういう形にはなってると。スーパーグレートに関しては 6S10 というねエンジンが主流だったんでね、そもそもそこからは6R20 が詰めてる時点でねだいぶ改善はされてるわけですけれども、そういったエンジンラインナップになっております。でスーパーグレートの方、オプションというオプションは特にはないんですけれども、塗り分け等々はねうちこだわってますので、このグリル周りのねこのグラデーションの塗り分けですとか、あとはミラーのねカバーですとか、ヘッドライトのねこの下ここもねちょっとこう形よく見せるために切ってあったりとか、あとはリップスポイラーもね同色に塗装したりと、そういったところをね納車された後に手を入れて変えてます。その他ドライブレコーダーであるとかデジタコとかね、あとは空気圧センサーとかね、そういったものを後付けで入れてるという感じです。でプロピアの方のオプションは、オプションっていうかそうですね、ヘッドライトはプロジェクター式のオートハイビーム機能がねついたものになってますので、そこら辺がねオプションで入れてるという感じです。じゃあそれではねちょっとプロフィアから見ていきましょう。横見ていただくと分かると思うんですが、前回もねお話しさせていただきましたけれども、こういった形でね袖書きの部分をなくして、ロジスティクスプロバイダー富士トランスポートと、いうことでね、ちょっとこう今時の運送会社みたいなねイメージに今の新車から変更していっております。ともにグループ会社もね順繰りですけどキャブラインっぽい袖書きに変更していくということです。まず箱のメーカーはともにトランテックスのハイウィングを採用しております。それの、リベット止めのスライド感のウィングということです。ただ日野とやっぱ不走ではね多少こう箱のね作りも違いますし、当然中低と高小でね全然高さとかも違いますので、そこら辺は変わってきます。横見るとこちら中低小になるので、フロントが80、リアが70ということですね。ちょっとこう見るとケツ下がりっぽくね見えますけれども、箱の方が大きく、ね、なっております。速報センサーがねついてる関係で、こういったところがねやっぱりこのまま煽り下げると当たるので、ショートキャブの場合のみこういうのがね設定されます。フルキャブだとねキャブがもうこの辺まで来るんで、ボディがちょうどここかわせるんですよね、この煽りが、だから大丈夫なんですけど、ショートキャブの場合は思いっきりね煽りがこのセンサーにかぶるので、こういうちょっとくぼみをね持たすということでございます。仮に冷凍ウィングのこういうねショートキャブがあったとするならば、ここをこうしないといけないっていうのはね結構致命傷ですよね。ここだけ断熱がね薄くなるんで、ちょっとね見栄えは何とも言えないですけど、こういう加工になっております。
で、フロント80のリアが70で、タクラのねサイドガード和ズ調マーカーでドーマフェンダーっていうね、決まった仕様になってます。でそれぞれね最近のウイング車前回もお伝えしましたけど、こういったところも同色にしてますけど全部ステンレスにしてます。ですのでねサビもねこことか進行してきません。あと成功ラック、あと長板、これもねステンになってるのでサビに強いです。あとはね燃料タンクもあとシャシもね全部合成塗装になっております。降雪地に行っても安心ということですね。でアルミホイルはね日鉄物産のタフブライトというねアルミホイル採用しておりますので非常にねキラキラしてます。ちょっとね汚れててみっともないですけど磨くとね綺麗になります。アルコアよりね軽いっていうね、それがこちらのタイヤの特徴になってます。でこっちはタイヤ東洋の M676 というタイヤで275の70と 22.5 ということです。あとスペアタイヤとかねうち中古を使ってます。あんまね全部新品だともったいないということで中古使ってます。でリアのねこの辺が骨格が面白いですね。こういったところもねこれなんでねこういうなんて言うんでしょう、ウイングキャッチがねちょっとこう短めのこういうものにねここは変更になってますが、ここもそうですけどこれはわざわざね違うボディメーカーさんからね取ってつけております。っていうのもどうしてもねこう門高をうちはこう広げて、要は内幅をこう広げたいので、どうしてもね広げるとこういうタイプだとねもっこりしてるんでこう幅取るんですよ。なのでこういう薄っぺらいのに変えてます。それによってこう最大限ね門高を外側に出せるという幅をねすごい目いっぱい取ることができるようになってます。あとねこの日野のバンパーの面白いところなんですけど、純正バンパーのね位置っていうのはどうしてもねこう見ると低いと思うんですよ。不装はね高い、あれ交渉だから関係ないんですけどこう低いんですよ。だからこのままね全長 12m ギリギリまで伸ばしてもいいんですけど、そうするとこうちょっと坂とかね上がった時にガツッとねあそこをするのでそれをやめて別体でねこうバンパーつけてます。でも結局純正のこのバンパーもつけとかなきゃいけないんですよ、そう法律上ね。なのでこれを残したまま別体のバンパーをつける。で別体のバンパーの上にはこういうね滑り止めをつけてるわけですけど、この純正バンパーだとこのねこっちのホーキのこの反射板のリベットしか開けれないんですよ。こういうリベットはねダメなんですよねっていうのがあるので、こういう加工もしたいし高さも低すぎるよねということでこっちにね別体でバンパーをつけてます。あとはこうね毎度ですけど可動式テールと当てゴムのローラーですね。この辺とかお客さんのホームとかを傷つけないで済むと、そういったものになってます。この車の欠点っていうかやっぱりどうしてもねこういったところが鋳物になりますので、こういったところもねちょっとねこう時間が経つと錆びやすいです。例えばバース付けでねちょっと斜めでガツンといってここ塗装ひび割れましたってなると、そこから雨水とかね入ってってこうどんどん錆びがね進行してきますので、そういった懸念がね少しあるかな。だからこの辺が全部鋳物なんで、ちょっとそれがね課題の一つとなってます。今ね結構スライド感度もねどうした方がいいよねっていううちは提案させてもらってるんでね、いいものできてくればいいんですけどね。でこちらの重量が13トン200と、いうことになってますので許容範囲ということになりますね。中はこんな感じで積み込み掲載品は全部8方からコンパネまで乗った状態になってます。でこのエアサスとねもうこの辺はもう定番の箱の作りになってます。で内側が面白いですよねこの扉の場合って。こちらもね外当てドアになるんですよね。見た目的にも外当てなんだけどどうしてもね中がこういう装置がくっついてるんで、庫内長はね 10m50 とか、取れてはいないんですけど、10m20 は取れてるということですね。で高さが中低床なんで2600ぐらいかなは取れてると思います。ちょっとね詳しくは車の詳細をね後ほど載せさせていただきます。それでは続いてスーパーグレートの方を見ていきましょう。こちらが4440交渉ということですね。なのでこう見比べるとやはりね左側のトラックの方がこう床面がね高いのがねお分かりいただけるかと思います。でデザインも看板が横文字っぽくなってる。で気づきますか、こっちとこっちの違い分かりますかね。こっちは上はねロジスティクスプロバイダーでこう変わらないわけですけど、この横の部分模様の下に富士トランスポートと書いてありますけど、こっちは富士トランスポートと書いてある下に模様になってるっていうね、これも意味があってねやってるわけですけど、こういう風にね変化をつけています。こちらの場合はねどうしても日野の車ってここがねこのミラーのブラケットっていうんですかね、不装と違ってこれがあるんで この模様を上に持ってくるとこれがねここかぶっちゃうじゃないですか。でうまく貼れないので、この日野の車に関してはもうこう逆さにしようということでねこういうことにしてます。タイヤこちらはねミシュランですね。ミシュランの27580がついてると。でともにねやはりこう速報センサーついてるんでやはりこう穴がねやっぱついてます。こちらも当然ねフルキャブだとこのね穴は必要ないわけですけどついてるということですね。で速報センサーついてます。
ほんとこのね、走行センターだいぶこう出っ張ってますからね。まあ10トンだとね、それほど目立たないですけど、4トンとかだとこれね、だいぶワイドとかとね、出っ張ってます。はい。で、まああと箱で言うと、こういうね、回転式煽り保護装置、走行中は必ず格納してくださいだから、煽り下ろすときにまあ一応こうやってやっておくと、まあこう、ひっくり返ったときにこれがこうブヨーンって出て、ここにこうバタンと当たるようになってるんですよ。まあなので、やっぱこう煽りを落とすと、どうしてもフォークリフトで物積んだりすると、こうボーンっていくとね、これがないと、煽りを下ろしたときに、これがね、バキッといく可能性があるので、まあこちらの保護をね、使ってくださいということになってます。はい。まあそれがね、ここに当たればね、奥まで入り込まないのでね、そのように使ってくださいということです。で、付装の方も、やはりこう、シャシがね、合成塗装になってますし、当然ここもね、ステンレスになってます。ステンレスの上からこういうね、色を吹いてます。成功ラックと長板、こちらもステンレス。燃料タンクも600タンクになります。で、リアのタイヤがね、やっぱ違いますね。まあ、この辺はね、前回ちょっと動画でやってるんでね、あんまり深くは触れませんけど、まあ、こっち27580、こっちは27570ということでね、違います。でこっちはアルコアですね。はい。で、こっちはスミキ。輝きがね、やっぱちょっと違うと思うんですよね。見ていただくとわかるんですけど、やっぱ全然ね、腰の高さが違いますよね。こう見るとね。まあスライド式、まあ同じですね。作りはね、この辺も同じ。まあただ付装の場合はバンパーがね、まあもともとね、こう背も高いので、まあちょっとあそこから延長させて外にね、せり出させております。なんでこっちはね、貼ってあるんですけど、こうリベット打ってないでしょ。打っちゃいけないんですよね。で、積載は13と100ということで、交渉の方がなぜか箱小さいんだけど重いということですね。なんででしょう。まあタンク100リッター多いからかな。まあそういうのもあると思うんですけどね。まあ箱に関しては作りは同じですね。リモコンもまあちょっとこう不操作になるんで、エアサスリモコンもね、ちょっと違うものになりますけど、それ以外は作りは一緒ということでございます。はい。でまあこちらもね、可動式テープとね、当てゴムのローラーということですね。どうですか。交渉かっこいいですよね。はい。まあ皆さんだったらどうでしょう。中低と交渉どっちのみたいですか。まあ意見分かれますよね。まあ中低のがなケツ上がりでダサいとか言う人もいるし、まあ交渉のが見た目はねバランス取れてるっちゃ取れてるんでね。ただ仕事の幅っていうのはやっぱ中低のがね幅広いんで、まあその辺ね、まあ各視点とか持ってる仕事の割合によってね、この車のいかんっていうのはね決まってくるんですけど、共にね何百台とうちは入ってますので見ていただけるかと思うんですけど、まああと運転席側のこう装備はまあダーケン工具箱で、まあこちらもね長物入れだったり、消火器、まあなんかテープついてますけど、これがねこれベロベロこれ取れやすいんでね、これでこう止めといてます。これがねちょっと改善してほしいんですけどね。でまああとはね歯止め入れもねこういうかっこいいのになってるし、まあ何にしてもねマフラーがでかいっすね、不装の場合はね。はい、それでは今日メインのこの2階建てどっちが快適かっていうのをやってみましょう。でまずじゃあ日野の方からいきましょうか。よいしょ。交渉だから背が高い。よいしょ。ちょっと暑いんでね、エンジンをちょっとかけましょうか。まあ内装に関してはどうでしょうね。まあローゴルーフと同じ高さになってます。であとこのねランプが2つしかないっていうね、これがねちょっと暗いですよね、中がね。はい。これがフルキャブだとね、あそこ3つで後ろ2つかなんかで5個になるんですけど、ちょっとねそれが、はい、どうかなっていう感じですね。だから不装さんの場合はねこっちも開くので、まあ少しかね日野さんの場合はないので、まあそれがねいいという人もいればどうなんだろうという人もいるということです。であと2階建ての装備としてはこのね1階2階ね、このエアコンのセンサーをどっちのを取るかっていうのをねこう決めれますので、まあ、2階で寝てる時は2階にしとかないと、1階がねどんどんこう冷気2階に送ってるから1階どんどん熱くなるんで、暑いと認識してね永遠に冷たい風出てきますんで、はい、これをまあ2階に切り替えておくっていうのが鉄則になります。で2階電源っていうのをちょっとこれ入れると2階に通電するんで電気が流れます。よいしょ。でまあこのはしごですね、このはしごこうやってこっちに持ってきてこう登ります。でこうグリップ持って足こうやってかけてはい、まあこんな感じで今ねこう上に電気やったのでこうやってね明かりもつけれますし、まあここには蓄冷もあるんで、まあ、蓄冷出したり明かりでしょ。でこれは電源ですね。はい、まあオプションでここがオーディオつけたりねできます。でオプション仕様はここにスピーカーがつきます。今ね風出てますけどだいぶ涼しいですね。これがあるからもう考えてこのねジャーバラホースにしてますので、でまあこれをこう閉めればこういう感じで、今ちょっと不安定だ、まあ、こうエアコンをこう出しながら寝れるっていう。これちょっと暑いですけどね、これ多分閉めればいいんですけど、こういう感じでエアコンにしながら寝れます。僕もねこう上限の時よくこうやって寝てましたね。当然ね網戸付きの窓だし、まあ昔から変わんないね作りが。標準のねホースだとここから冷気出てくるんですけど、これ網なんか全然ね冷気出てこないんで、うちではねこのジャーバラに変更してます。どうですか。まあ明かりはだけねもう LED になってね、電気の中が変わってますわ。これが先ほどのねエアコンのセンサーですね。こちらで冷気を感知してます。
はい、よいしょ。こう止めて、はい、っていう感じで、こう寝ぼけてるとね落っこちそうになるんでね、それが怖いんですけど、これでじゃあ下に降りましょうか。電気消して、よいしょ。なんかガタガタすごいきしむ音がしますけど、これやっぱ立て付け悪いのかな、なんかね。戻して、よいしょ。そう、ここにね竹冷ありますね。下は下でここね出せたりします。はい、以上ね、昨日の2階はこんな感じです。それでは続いてこちら、スーパーグレートはどうなのっていう。こっちはちなみに兜なんで、さらにいつものね低床のやつとは違って新しい方なんで、また快適だと思います。じゃあこちらもちょっとエンジンかけます。じゃあそれではどうなのか見ていきましょう。ここをねこうせき止める、エアコンをせき止めるやつがあるんですけど、まあこれこうやってやってね、足置きに使います。はい、まあちょっと無理があるけどね。それでマキシリーフメインスイッチ入れると、まあ上がねメインになるんですけど、兜車両はねここにこういう切り替えがあるので、これでどっちにエアコン持っていくかっていうのねできます。これなんかサクッと入れるのどこ行っちゃったんだろうな。あったあった。この後ろにこうくっついてます。これこいつをこう取るんですよ。これをここにこうかぶせます。これでいいのかな。くっついちゃうね。であと横はこう止めます。でこっちもやべえ、上にやるのか、これをやるのかな。これをこれでいいんだね。はい、だいぶ強いですね。んでちょっと2階の電源入れましょうか。これで消えてしまうので、ここでエアコン明かりをね。でも明るいですねこっちの方が。でエアコンは強いわ。今下をこれ全部止めて上にしてるんですけど、ちょっとねこれバキュームカーのコースみたいで嫌だけど、まあまあねいいでしょう。まあ本来はねこれこっち上げてちょっと戻りますよ。こちらをまず落とすんですよ。ここ踏み台足かけてね、ここをこう下ろします。よいしょ。でこうなったらこっちに移動して、でこれを倒すと、どうです？やっぱ普通のがいいね。涼しい。ホースこれ長すぎとかどうしてんだろうみんな。こうか、こんな風にしてるのかな。作ってるこれじゃん。はい、まあいいっすね。不走さんの場合はここもちゃんともうね塞がってるし、穴は開いてるんですけど、ライトがもうほんと LED になってて、ここにいろいろありますけどシガーついたりで、これがね調光できるようになってるんですね。なんでこれをぐるぐる回すと、この真ん中のがこう消えたりついたりねできるっていう。こっちを消してこの状態にして、こうなんて言うんでしょう、安眠灯みたいなちょっとこう緩やかなライトにもしとけるっていう、そこがいいですよね。で室内もどうだろうな、日のと比べても遜色ないぐらい広いですしね。でエアコンのセンサーここがついてるんで、こちらの場合切り替えなくても跳ね上げとけば、ここのセンサーどっちにしても使うじゃないですか。なのでねこのセンサーでいけるということです。あとはこれサーモスタット付きファン、暑いとこれで感知してこうやってもう外に熱気をね出しとけるんですよ、いつでもっていうのがね不走はついてるんで、熱がこもりづらくなってます。であとはシャッターですね。こういうシャッターがついてると、網戸とあれとね、こっちの方がやっぱすごいかなっていうことになってます。やっぱ広いし、なんかこうシートもね塩ビっぽくなってるから、布よりはいいですよね。ここ上にマットレスとか敷けばいいのかなと思います。でこういったとこは手つかない、ここにバキッと折れるんでね、ちょっと気をつけないといけないです。よいしょ。今2階は全部消しといて、でメインも消して、でこいつはここに格納ができますので、なんかちょっと隙が弱いけど、でこれを戻してこうやってやっていけばってことですね。っていうのが不走の方です。いかがだったでしょうか。今ね両方の車を見ていきました。どうでしょう、皆さんどちらがいいと思います？僕はねどちらかと言ったら不走さんの2階建てのがやはりね、最新のパブコのね兜っていうねあれですけど、最新のねものなのかなと思います。私ねもともとこちらの日野さんの車多分 5,6 年は乗って仕事してました。その時もね工夫次第で快適には使えてました。例えば荷物のね卸地までの時間を逆算して竹冷を上に入れながらね、で着いたら冷房も上にして、であとはこう体にねクールスプレーみたいなの塗ってね寝ると上で僕はねずっといけてました。扇風機とかね途中で使うこともなくいけてましたので、それはそれで良かったと。一方で今こちらのね不走さんのお車を見た時にやはりこう跳ね上げが両方、これは昔から同じだったんですけどね。で、サーモスタットがついたので熱がこもりづらかったりとか、あとエアコン自体もねしっかり上に蛇腹でね回せるようになってるんで、風量自体がアップして
はい、っていうところもあるので、あとはまあ断熱、遮熱塗料、そういったものもね使ってますので、それはともにそうなんですけどね、だいぶ僕が乗ってる時代よりは快適になってるかなと思います。もう日野さんのね車の時も、私乗ってる時はなんか布のこういう中間パイプみたいのでね上出してたんで、やっぱり冷気がね弱かったんですよね。ですが今ね蛇腹でバーンと出せますのでね、そこら辺はね当時よりは良くなってるのかなというふうには思います。でショートキャブ、やはり当社のね主力商品になってまして、どうしてもね荷主さんのことを考えますと、競争力っていう意味でね9600のお車だけだとどうしても他社さんとね差別化できませんので、当社はこういう 10m の箱を使ってねお客様にいろんな仕事の提案をさせていただいている、いろんなね汎用性のある車かつ当社独自の車みたいなのもね多かったりしますので、ぜひぜひね求人ね気になる方は参考にしていただければと思います。私がね携わる整備拠点もね人がねどんどん必要になってますし、新しく工場をねどんどん建ててます。で先日奈良とね仙台の工場なんですけども、エアコンがねつきまして、現場でもね涼しい環境で仕事をしていただけるという感じになってます。今ねトラックの乗務員さんもそうですし、整備士さんもそうなんですけど、やはりねこの AI の時代というのはホワイトカラーはどんどんこう仕事を奪われていくという一方で、このブルーカラーのねお仕事というのはまだまだ人の手がね必要な部分が多いです。しばらくねそういう環境が続きますので、そういった安定したね環境でお仕事をしたいという方はぜひね富士トランスポートまでお問い合わせをいただければと思います。整備士さんもそうですし乗務員さんもそうですけど、快適な環境でね、働いていただくことができると思いますので、お一人の方もそうですけど、家族ねお持ちの方とかいらっしゃったりすれば、有給とかもね当社取りやすいですしね、いろいろ福利厚生充実してますので、一度ね話だけでもね聞いてみていただければと思います。それではねまた動画企画して撮影しますので、お時間の際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。